春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。今回は、ターゲットの方向を表示するディレクショナルインディケーターを作成します。ディレクショナルインディケーター作ってみた。早速、作ってみましょう。1、ディレクショナルインディケーター用マテリアルの作成。ディレクショナルインディケーター用のテクスチャをインポートします。T ディレクショナルインディケーターを右クリックして、マテリアルを作成します。名前を M ディレクショナルインディケーターにします。マテリアルを開きます。EJET で使用するので、マテリアルドメインをユーザーインターフェースにします。ブレンドモードをトランスルーセントにします。テクスチャサンプルノードをファイナルカラーにつなぎます。アルファをオパシティにつなぎます。テクスチャの UV 座標を操作します。テクスチャコーディネートノードを配置します。アドノードをつなぎます。テクスチャサンプルノードの UVs につなぎます。アペンドベクターノードを配置します。アペンドベクターノードは UV 座標を操作するとき、U と V を別々に計算し、それをアペンドベクターで結合して新しい UV ベクターを作ります。スカラーパラメータを配置します。名前を U をフセットにします。アペンドベクターノードの A 金につなぎます。コンスタントノードを配置します。バリューは0のままにします。B ピンにつなぎます。アペンドベクターノードをアドノードの B ピンにつなぎます。U 座標をパラメータにすることで横向きに動くようになります。保存して閉じます。2、ディレクショナルインディケーター用ウィジェットの作成。右クリック、ユーザーインターフェース、ウィジェットブループリント、ユーザーウィジェット、名前を WB ディレクショナルインディケーターにします。ファイルを開きます。パネル、キャンバスパネルを配置します。ディレクショナルインディケーターを表示したい場所と大きさを指定します。キャンバスパネルをキャンバスパネル配下に配置します。名前をインディケーターディスプレイパートにします。アンカーを中央上にします。1X をリセットします。1Y を 50.0 にします。サイズ X を 800.0 にします。サイズ Y を 100.0 にします。アラインメントを 0.5、0.0 にします。背景用の画像を配置します。一般、イメージをインディケーターディスプレイパート配下に配置します。名前を IMGDG にします。アンカーを中央にします。1XY をリセットします。サイズ X を 800.0 にします。サイズ Y を 80.0 にします。アラインメントを 0.5、0.5 にします。アピアランス、カラー&オパシティのアルファを 0.5 にします。ディレクショナルインディケーターの画像を配置します。一般、イメージをインディケーターディスプレイパート配下に配置します。名前を IMG ディレクショナルインディケーターにします。アンカーを中央にします。1XY をリセットします。サイズはテクスチャのサイズにします。サイズ X を 1440.0 にします。サイズ Y を 80.0 にします。アラインメントを 0.5、0.5 にします。ブラシ、イメージにディレクショナルインディケーター用マテリアルをセットします。インディケーターディスプレイパートを選択します。レンダリング、クリッピングをクリック2バーンズにします。クリック2バーンズは、このウィジェットの境界でコンテンツをクリッピングします。プレイヤーの位置であるマーカーを配置します。一般、テキストをインディケーターディスプレイパート配下に配置します。名前をプレイヤーマーカーにします。アンカーを中央にします。1X をリセットします。1Y を 7.0 にします。アラインメントを 0.5、0.5 にします。コンテンツ、テキストを三角にします。アピアランス、カラー&オパシティを好みの色にします。赤色にします。ジャスティフィケーションを中央にします。コンパイルして保存します。2-1、ディレクショナルインディケーター用ウィジェットの表示。今回は操作キャラクターで、ディレクショナルインディケーター用ウィジェットを表示します。操作キャラクターを開きます。クリエイトウィジェットノードを配置します。イベントビギンプレイノードにつなぎます。クラスに WB ディレクショナルインディケーターをセットします。リターンバリューを右クリックして、変数へ昇格します。名前を UMG にします。変数 UMG、セットノードより、Add to View ポートノードを配置します。コンパイルして保存します。起動してみましょう。
ディレクショナルインディケーターを表示できましたね。次の2、デフォルトの方向。赤いマーカーが操作キャラクターの位置です。デフォルトでは北、N を向くようにします。WB ディレクショナルインディケーターを開きます。北、N の位置がデフォルトでは中央に来るようにします。IMG ディレクショナルインディケーターを選択します。1X を180にします。3、ディレクショナルインディケーターの回転処理。操作キャラクターのビュー方向に連携して、ディレクショナルインディケーターが回転するようにします。グラフに移動します。3-1、ダイナミックマテリアルの設定。マテリアルのパラメータを操作するので、ダイナミックマテリアルを作成します。クリエイトダイナミックマテリアルインスタンスノードを配置します。イベントコンストラクトノードにつなぎます。ペアレントに M ディレクショナルインディケーターをセットします。リターンバリューを右クリックして、変数へ昇格します。名前を DMI にします。作成したダイナミックマテリアルを、ディレクショナルインディケーターのイメージにセットします。変数 IMG ディレクショナルインディケーター、ゲットノードを配置します。変数 IMG ディレクショナルインディケーター、ゲットノードより、セットブラシフロムマテリアルノードを配置します。変数 DMI、セットノードにつなぎます。変数 DMI、セットノードをマテリアルにつなぎます。3-2、ビュー回転をマテリアルのパラメータに送信。操作キャラクターのビュー回転を取得し、マテリアルの U をフセットパラメータに送信します。カスタムイベント EV ディレクショナルインディケーターを作成します。イベントティックノードでカスタムイベント EV ディレクショナルインディケーターを呼び出します。変数 DMI、ゲットノードを配置します。変数 DMI、ゲットノードより、セットスからパラメータバリューノードを配置します。カスタムイベント EV ディレクショナルインディケーターにつなぎます。パラメータネームを U をフセットにします。操作キャラクターのビュー回転を取得します。ゲットプレイヤーポーンノードを配置します。ゲットプレイヤーポーンノードより、ゲットコントロールローテーションノードを配置します。ゲットコントロールローテーションノードは、コントローラーの回転を取得します。ほとんどの場合は、このポーンのビュー回転です。Z 軸回転だけ欲しいので、リターンバリューを右クリックして、構造体ピンを分割します。一周は360度なので、360で割ります。Z ピンより、ディバイドノードを配置します。下のピンを360にします。セットスからパラメータバリューノードのバリューにつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。デフォルトできた N を向いてますね。カメラを回転するとそれに伴って、ディレクショナルインディケーターも回転してますね。4、ターゲットマーカー用ウィジェットの作成。探索対象のウィジェットを作成します。右クリック、ユーザーインターフェース、ウィジェットブループリント、ユーザーウィジェット、名前を WB ターゲットマーカーにします。ファイルを開きます。一般、テキストを配置します。名前をターゲットマーカーにします。フィルスクリーンをデザイアードにします。コンテンツ、テキスト、丸にします。カラー&オパシティを好みの色にします。青色にします。コンパイルして保存します。5、ターゲット用アクターコンポーネントの作成。今回はアクターコンポーネントを使って作成してみようと思います。アクターコンポーネントは、アクターに機能を追加するための再利用可能なパーツのようなものです。主なポイントは、1、モジュール性。アクターコンポーネントを使えば、コードや機能を他のアクターに簡単に再利用できます。例えば、ヘルスシステムや移動ロジックをコンポーネントとして作成すれば、異なるアクター間で簡単に共有可能です。2、データと動作の分離。コンポーネントには専用のデータと振る舞い、ロジックを定義できます。アクター自体を複雑にしすぎず、管理しやすい設定が可能です。3、ブループリントサポート。アクターコンポーネントはブループリントでも作成、利用可能なので、プログラミングだけでなくビジュアルスクリプトでも操作できます。4、ライフサイクル。アクターコンポーネントは独自のライフサイクルを持ちます。ビギンプレイやティックなどの関数でアクターの振る舞いを制御することが可能です。
右クリック、ブループリントクラス、アクターコンポーネント、名前を AC ディレクショナルインディケーターにします。ファイルを開きます。その1、ターゲットマーカー用ウィジェットの表示と設定。カスタムイベント EV クリエイトターゲットマーカーを作成します。WB ディレクショナルインディケーターより後に作成されるように、0フレーム処理を挟みます。ディレイノードを配置します。カスタムイベント EV クリエイトターゲットマーカーにつなぎます。デュレーションを 0.0 にします。ターゲットマーカー用のウィジェットを表示します。クリエイトウィジェットノードを配置します。ディレイノードにつなぎます。クラスに WB ターゲットマーカーをセットします。リターンバリューを右クリックして変数へ昇格します。名前をターゲットマーカーにします。変数ターゲットマーカー、セットノードより Add2View ポートノードを配置します。変数を追加します。変数イネイブルドマーカー、ブーリアン型を作成します。変数イネイブルドマーカーはターゲットマーカー用ウィジェットが作成されているかどうかです。変数イネイブルドマーカー、セットノードを配置します。有効にします。Add2View ポートノードにつなぎます。その2、ターゲットのロケーションとディレクションの取得。ターゲットアクターの位置と方向を取得します。カスタムイベント EV ロケーション&ディレクションを作成します。マーカーが有効かどうかを判定します。変数イネイブルドマーカー、ゲットノードを配置します。変数イネイブルドマーカー、ゲットノードよりブランチノードを配置します。カスタムイベント EV ロケーション&ディレクションにつなぎます。マーカーが有効であれば実行します。ターゲットアクターの位置を取得します。カスタムイベント EV ロケーション&ディレクションのインプットに変数を追加します。変数ターゲットアクター、アクタのオブジェクト参照型を作成します。変数ターゲットアクターよりゲットアクターロケーションノードを配置します。リターンバリューを右クリックして変数へ昇格します。名前をターゲットロケーションにします。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。プレイヤーの位置からターゲットアクターの方向を取得します。ゲットプレイヤーコーンノードを配置します。ゲットプレイヤーコーンノードよりゲットアクターロケーションノードを配置します。ゲットアクターロケーションノードよりハンドルックアットローテーションノードを配置します。ハンドルックアットローテーションノードは開始位置からターゲット位置までのオブジェクトの回転を検索します。ターゲットに変数ターゲットロケーション、セットノードをつなぎます。Z 軸回転だけが欲しいので、リターンバリューを右クリックして構造体 P を分割します。ゲットローテーション X ベクターノードを配置します。ゲットローテーション X ベクターノードは回転後に X 方向のベクターを取得します。インノットを右クリックして構造体 P を分割します。Z ピン同士をつなぎます。リターンバリューを右クリックして変数へ昇格します。名前をディレクションベクターにします。変数ディレクションベクター、セットノード、変数ターゲットロケーション、セットノードにつなぎます。その3、バックサイドロジック。ターゲットアクターがプレイヤーのカメラより背面にある場合は、ターゲットマーカーを非表示にします。カスタムイベント EV バックサイドを作成します。ターゲットのロケーションとディレクションの取得の最後で、カスタムイベント EV バックサイドを呼び出します。方向ベクトルとプレイヤーカメラ前方のベクトルの内積を取得します。変数ディレクションベクター、ゲットノードを配置します。変数ディレクションベクター、ゲットノードよりドットプロダクトノードを配置します。ゲットプレイヤーカメラマネージャーノードを配置します。ゲットプレイヤーカメラマネージャーノードよりゲットアクターフォワードベクターノードを配置します。ゲットアクターフォワードベクターノードをドットプロダクトノードにつなぎます。ターゲットアクターが背面にあるかどうかを判定します。ドットプロダクトノードよりレスノードを配置します。下のピンは 0.0 にします。レスノードよりブランチノードを配置します。カスタムイベント EV バックサイドにつなぎます。内積が 0.0 より小さければ背面にありトゥルーに処理が流れます。ターゲットアクターが背面にある場合は
ターゲットマーカーを非表示にします。変数ターゲットマーカー、ゲットノードを配置します。変数ターゲットマーカー、ゲットノードより、セットビジビリティノードを配置します。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。インビジビリティをハイデンにします。ターゲットアクターが背面でない場合は、ターゲットマーカーを表示にします。変数ターゲットマーカー、ゲットノードとセットビジビリティノードをコピーして、貼り付けます。ブランチノードのフォールズにつなぎます。インビジビリティをビジブルにします。その4、ターゲットマーカー位置の更新。ターゲットマーカーが表示しているときは、マーカーの位置を更新します。カスタムイベント EV アップデートポジションを作成します。フロント、前面側のセットビジビリティノードに、カスタムイベント EV アップデートポジションをつなぎます。ターゲットマーカー用ウィジェットの位置を設定します。変数ターゲットマーカー、ゲットノードを配置します。変数ターゲットマーカー、ゲットノードより、セットポジションインビューポートノードを配置します。カスタムイベント EV アップデートポジションにつなぎます。ポジションを右クリックして、構造タイピンを分割します。Remove DPI スケールをフォールズにします。プレイヤーのビュー回転範囲を、ディレクショナルインディケーターの範囲に収まるようにします。変数ディレクションベクター、ゲットノードを配置します。変数ディレクションベクター、ゲットノードより、ドットプロダクトノードを配置します。ゲットプレイヤーコーンノードを配置します。ゲットプレイヤーコーンノードより、ゲットコントロールローテーションノードを配置します。ゲットコントロールローテーションノードより、ゲットライトベクターノードを配置します。ゲットライトベクターノードをドットプロダクトノードにつなぎます。ドットプロダクトノードより、マップレンジクランプトノードを配置します。マップレンジクランプトノードは、ある範囲から別の範囲へスケールを変換します。内積はコサインなので、範囲は、マイナス1から1です。インレンジを、マイナス 1.0 にします。インレンジ B を 1.0 にします。テクスチャのサイズが北、N を基準にして、東、E は、360ピクセル、西、W は、マイナス360ピクセルなので、アウトレンジを、マイナス 360.0 にします。アウトレンジ B を 360.0 にします。ターゲットマーカーを表示するために、基準となるウィジェットを取得します。WB ディレクショナルインディケーターを開きます。基準となるウィジェットは、中心から動かないので、プレイヤーマーカーにします。プレイヤーマーカーを選択します。イズバリアブルを有効にします。コンパイルして保存します。AC ディレクショナルインディケーターに戻ります。WB ディレクショナルインディケーターは、操作キャラクターで表示しているので、操作キャラクター経由でプレイヤーマーカーを呼び出します。ゲットプレイヤーポーンノードを配置します。ゲットプレイヤーポーンノードより、操作キャラクターをキャストします。純粋キャストにします。キャストより、変数 UMG、ゲットノードを呼び出します。変数 UMG、ゲットノードより、変数プレイヤーマーカー、ゲットノードを呼び出します。ウィジェットのビューポート上の位置を取得します。変数プレイヤーマーカー、ゲットノードより、ゲットキャッシュドジオメトリノードを配置します。ゲットキャッシュドジオメトリノードより、ローカル2ビューポートノードを配置します。変数プレイヤーマーカー、ゲットノードより、ゲットデザイアードサイズノードを配置します。中心位置を取得したいので、2で割ります。ゲットデザイアードサイズノードより、ディバイドノードを配置します。下のピンを 2.0、2.0 にします。ローカル2ビューポートノードのローカルコーディネートにつなぎます。ピクセルポジションを右クリックして、構造タイピンを分割します。DPI スケールを調整します。ピクセルポジションをビューポートスケールで割ります。ピクセルポジション X より、ディバイドノードを配置します。ゲットビューポートスケールノードを配置します。ディバイドノードにつなぎます。ピクセルポジション Y より、ディバイドノードを配置します。ゲットビューポートスケールノードをつなぎます。ディレクションインディケーターの範囲の基準、中心をプレイヤーマーカーウィジェットにします。マップレンジクランプトノードより、アドノードを配置します。ポジション X をアドノードにつなぎます。オフセット、調整用に、アドノードをつなぎます。下のピンを 30.0 にします。
セットポジションインビューポートノードのポジション X につなぎます。オフセット、調整用にポジション前よりアドノードを配置します。下のピンを 0.0 にします。セットポジションインビューポートノードのポジション前につなぎます。その後、デストロイ処理。ターゲットアクターがデストロイした時の処理を作成します。カスタムイベント EV デストロイアクターを作成します。マーカーを無効化します。変数イネイブルドマーカー、セットノードを配置します。無効にします。カスタムイベント EV デストロイアクターにつなぎます。ターゲットマーカー用ウィジェットを消去します。変数ターゲットマーカー、ゲットノードを配置します。変数ターゲットマーカー、ゲットノードより、リムーブフロムペアレントノードを配置します。変数イネイブルドマーカー、セットノードにつなぎます。変数ターゲットマーカー、セットノードを配置します。からの状態にします。リムーブフロムペアレントノードにつなぎます。ディレイノードをつなぎます。カスタムイベント EV デストロイアクターのインプットに変数を追加します。変数ターゲットアクター、アクターオブジェクト参照型を作成します。変数ターゲットアクターより、デストロイアクターノードを配置します。ディレイノードにつなぎます。コンパイルして保存します。6、ターゲット用アクターの作成。右クリック、ブループリントクラス、アクタ、名前を BP ターゲット DI にします。ファイルを開きます。コンポーネントのクラス追加より、スフィアのスタティックメッシュコンポーネントを追加します。コリジョンプリセットをノーコリジョンにします。コンポーネントのプラス追加より、スフィアコリジョンを追加します。名前をコリジョンにします。スフィアラディウスを 100.0 にします。6-1、ターゲット用アクターコンポーネントの実装。コンポーネントのプラス追加より、AC ディレクショナルインディケーターを追加します。イベントグラフに移動します。AC ディレクショナルインディケーターコンポーネントを配置します。AC ディレクショナルインディケーターコンポーネントより EV クリエイトターゲットマーカーを呼び出します。ターゲットマーカーはアクター読み込み時に表示したいので、イベントビギンプレイノードにつなぎます。AC ディレクショナルインディケーターコンポーネントを配置します。AC ディレクショナルインディケーターコンポーネントより EV ロケーション&ディレクションを呼び出します。ロケーションとディレクションは常に更新したいので、イベントティックノードにつなぎます。ターゲットアクターは、このアクターなので、セルフノードをつなぎます。カスタムイベント EV デストロイを作成します。AC ディレクショナルインディケーターコンポーネントを配置します。AC ディレクショナルインディケーターコンポーネントより、EV デストロイアクターを呼び出します。カスタムイベント EV デストロイにつなぎます。デストロイするアクターは、このアクターなので、ターゲットアクターにセルフノードをつなぎます。オーバーラップすると、ターゲット用のアクターが消えるようにします。コリジョンを右クリック、イベントを追加、オンコンポーネントビギンオーバーラップを追加します。オーバーラップしたのが、プレイヤーかどうかを判定します。アザーアクターより、イコールノードを配置します。ゲットプレイヤーポーンノードを配置します。イコールノードにつなぎます。イコールノードより、ブランチノードを配置します。オンコンポーネントビギンオーバーラップノードにつなぎます。オーバーラップしたのが、プレイヤーであれば、デストロイします。カスタムイベント EV デストロイを呼び出します。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。コンパイルして保存します。DP ターゲット DI をレベル上に配置します。検証用に、東西南北に配置します。6-2、検証。起動してみましょう。プレイヤーマーカーと同じ場所に、ターゲットマーカーがありますね。両サイド、西と東の位置にターゲットマーカーがありますね。カメラを回転すると、東、南、西、北の位置にちゃんとターゲットマーカーが重なりますね。ターゲット用アクターにプレイヤーがオーバーラップすると、ターゲット用アクターがレベル上からデストロイし、ディレクショナルインディケーターからターゲットマーカーが消えましたね。
7、ターゲットマーカーのカスタマイズ。ターゲットマーカーの色やマーカーを変更できるようにします。7-1、ターゲットマーカー用ウィジェットに追加処理。WB ターゲットマーカーを開きます。ターゲットマーカーを選択します。イズバリアブルを有効にします。グラフに移動します。カスタムイベント EV マーカー&カラーを作成します。変数ターゲットマーカー、ゲットノードを配置します。変数ターゲットマーカー、ゲットノードより、セットテキスト、テキストノードを配置します。カスタムイベント EV マーカー&カラーにつなぎます。インテキストをカスタムイベント EV マーカー&カラーにドロップします。カスタムイベント EV マーカー&カラーを選択します。詳細パネル、インプットの変数名をマーカーにします。変数ターゲットマーカー、ゲットノードより、セットからハンドオパシティノードを配置します。セットテキスト、テキストノードにつなぎます。インカラー&オパシティをカスタムイベント EV マーカー&カラーにドロップします。カスタムイベント EV マーカー&カラーを選択します。詳細パネル、インプットの変数名をカラーにします。コンパイルして保存します。7-2、ターゲット用アクターコンポーネントに追加処理。AC ディレクショナルインディケーターを開きます。ターゲットマーカー用ウィジェットの表示と設定の最後に追加します。変数ターゲットマーカー、ゲットノードを配置します。変数ターゲットマーカー、ゲットノードより、カスタムイベント EV マーカー&カラーを呼び出します。変数イネイブルドマーカー、セットノードにつなぎます。マーカーピンとカラーピンを、カスタムイベント EV クリエイトターゲットマーカーにドロップします。コンパイルして保存します。7-3、ターゲット用アクターに追加処理。DP ターゲット DI を開きます。呼び出した EV クリエイトターゲットマーカーにマーカーとカラーのピンがあります。マーカーピンを右クリックして、変数へ昇格します。インスタンス編集可能を有効にします。一旦コンパイルします。デフォルト値を丸にします。カラーピンを右クリックして、変数へ昇格します。インスタンス編集可能を有効にします。一旦コンパイルします。デフォルト値を青色にします。コンパイルして保存します。7-4、検証。レベル上のターゲットアクターを選択します。詳細パネル、デフォルトのマーカーとカラーで変更します。マーカーはテキストなので、テキストを入力することもできます。起動してみましょう。ちゃんと表示できてますね。設定ファイル。探索対象の方向がわかるので、便利ですね。ディレクショナルインディケーターを実装するメリットは、プレイヤーの直感的な操作性向上、視覚的なヒントにより、プレイヤーが次に何をすべきかを即座に理解できます。緊急性や状況の認識向上、敵の接近や重要イベントをリアルタイムで知らせることで、プレイヤーの反応を促進します。没入感の向上、視覚エフェクトを工夫することで、ゲーム世界により深く没入できる体験を提供します。探索の効率化、目標地点やアイテムの方向を明確に伝え、プレイヤーが迷う時間を削減します。ゲームの難易度調整、視覚的ガイダンスによって、初心者から上級者まで幅広いプレイヤー層に対応します。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。